ご視聴ありがとうございます。今回は30年で大出世した駅のご紹介です。今の形態になるまでの複雑な経過と発展の最後の仕上げまでを解説します。歴史に埋もれた廃線跡の名残にも注目です。ここは千葉県の新鎌ヶ谷駅です。この駅には北総線と新京成線、そして東武アーバンパークラインが乗り入れています。東西に抜ける北総線、南北に抜けるアーバンパークライン、そして北西から南東に抜ける新京成線という組み合わせで乗り換えの需要の大きい駅です。このうち北総線と新京成線はこの駅付近で並走しており、駅の施設が隣り合っています。改札も隣り合っており、外の駅名板には両社の名前があります。このうち北側が北総線の改札で、駅の内外を行き来できる改札はここだけです。駅舎は2019年頃にリニューアルされ、綺麗になっています。なお、この駅は線路を共用する京成成田スカイアクセス線の駅でもあるため、改札の上にはそれらの表示もあります。ホーム階の様子がこちら。ホーム2つ、線路4本の設備で、上下線とも待ち合わせや通過待ちができます。この駅に乗り入れる3つの路線で、そうした運用ができるのはここだけです。ここには、成田空港直通特急であるスカイライナー以外のすべての列車が止まります。2010年に成田スカイアクセス線が開業して以来、すべての列車が通過していたスカイライナーは、2022年11月のダイヤ改正で、一部が止まるようになりました。改札階にはスカイライナーの券売機があります。下りの成田空港行きは、16時5分発が最後。一方上りは23時23分発が最後で、深夜便で成田に着いても安心です。停車駅案内では、押上で接続する都営浅草線につながるルートが一直線に描かれています。実際、日中の列車は、スカイライナー以外は都営浅草線直通で、その多くが羽田空港行きです。隣の新京成線の改札がこちら。構造物は独立しており、北総線の駅舎とは少し離れていますが、間に屋根があるので濡れずに移動できます。なお、この南側には仮囲いがあり、直接南側へは行けないです。新京成線は2019年に高架線に移行しています。駅の南側には地上時代の線路やホームなどがあり、それらを解体して跡地を利用するための工事が進んでいるからです。ホームの様子がこちら。高架化されたのが5年前だけあって、北総線のホームより綺麗です。新京成の駅は、2本の線路がホームを挟む構造です。そのため追い越しや待ち合わせなどはできず、また、新京成では全ての列車が各駅停車です。この駅に乗り入れる3つの路線で、通過駅のある列車がないのは新京成だけです。ちなみに急行などの運転の要望はあるらしく、ホームページにも Q&A がありますが、長距離利用客が少ないことなどから、実現の予定はないです。ホームの端にはこんなものが。骨組みだけで、屋根は張られていないです。これは、将来両数を増やすための設備、ではありません。新京成では、かつて8両編成と6両編成が運行されていました。これらを6両編成に統一することになり、8両編成は2014年9月に運行を終えています。ただし、これは8両編成が運行されていた頃に使用されていた部分、というわけではないです。高架ホームの使用開始は8両編成の運行終了より後で、あの部分は実質使われたことがないようです。高架化の計画を立てた時には8両編成が考慮に入れられており、後から8両編成の廃止が決まったため、このような設備になったようです。新京成線と北総線は、ここから西に1キロほど並走しています。両線をつなぐ線路はなく、もちろん運行系統も独立しています。ただしこの両線、かつては列車が直通していたのをご存知でしょうか。その痕跡が北総線の駅の上り寄りにあります。時間帯によってはこの駅が終点の上り列車があり、駅の上り寄りにある線路で折り返します。ここで大事なのが、右奥にある短い線路。保守用の車両が留め置かれているこの線路は、本線に対して斜めになっています。本線との間には、持て余し気味な空間もあります。さらに、
右側の壁は一番奥が斜めになっており、高架橋が奥へ高さを下げているのがわかります。あそこで途切れている高架橋の役割とは、一体何なのでしょうか。今から49年前、1975年の空中写真がこちらです。今では3つの路線が集まるこの駅ですが、この頃は影も形もありません。このうち最初に開通したのが、今の東武アーバンパークラインにあたる路線。1923年、大正12年12月の開通です。両隣にあったのは、1.4 キロ北の睦見駅、1.9 キロ南の鎌ヶ谷駅でした。ちなみにこの路線を開業させたのは、当時の北総鉄道という私鉄です。今の千葉県北部、茨城県南西部にあたる、下総の国の北部を地盤としたために付けられた社名です。1929年、昭和4年に春日部駅と大宮駅の間が開業し、路線が下総北部にとどまらず、武蔵の国にもまたがるようになったため、北総鉄道から総武鉄道に社名を変えています。今の北総鉄道とは無関係であり、総武鉄道の名前も、今の総武線の前身の私鉄とは無関係です。話を戻します。続いて開業したのが新京成線です。1955年、昭和30年4月、今の初富駅から松戸までが開業したことで、駅の位置に路線ができました。周辺には両線の乗り換えができる駅はありませんでしたが、当時この辺りは民家もまばらで、乗り換え駅を作る流れにはならなかったようです。そして、1979年、昭和54年3月、北総鉄道北総線が開通します。ただしこの時、新鎌ヶ谷駅は開業しませんでした。ホーム2つ、線路4本の設備は、将来的に駅にすることを前提とした信号場であり、乗客の乗り降りはできませんでした。階段から雨風が吹き込まないよう、建屋で覆われているのが見えます。今の本線にあたる高架橋は駅の西で途切れており、その北側を回り込んで地上に降り、新京成線につながる線路があります。これは、北総線が千葉ニュータウンのアクセスのために建設された経緯に関係しています。住宅建設を促進するため、ニュータウンに関わる区間を先行して建設したものの、新鎌ヶ谷から京成高砂までの建設が遅れをとっていました。暫定的に新京成線に直通させ、常磐線経由で都心に行けるようにしたのです。後に本線になる線路は、留置線として使われていました。また、2つあるホームのうち、後の下りホームだけが使用されており、上りホームの横にはまだ線路も敷かれていなかったようです。1989年、平成元年11月、東武線の新鎌ヶ谷信号場が開設されました。同時に、睦見駅と新鎌ヶ谷信号場の間が複線になっています。ここは単線と複線の境界として設置されたもので、駅にすることは見込んでいない信号場でした。新鎌ヶ谷駅が開業したのは、1991年3月。京成高砂から新鎌ヶ谷の間が北総線第2期区間として開業したことに伴うものです。ただし当時、新京成に駅を設置する予定はありませんでした。周辺の高架化が完了するまで駅は設置せず、連絡線を残すことで両線を乗り換えられるようにするというのが、新京成の考えだったからです。その後、鎌ヶ谷市などの働きかけや費用負担によって方針が変わり、翌年7月に新京成線の新鎌ヶ谷駅が開業、乗り換え駅になりました。北総線と新京成線との直通運転は中止され、北初富駅までの連絡線も廃止になりました。連絡線の高架橋はしばらく残されており、2001年の時点ではまだ残っていたようです。その後2005年までに解体され、保線車両が止まっている場所だけが残っています。直通運転の廃止から30年余り、高架橋も大半が解体されましたが、痕跡はまだまだ残っています。新京成線の松戸行きの車窓に戻ります。新鎌ヶ谷駅と北初富駅の距離は 0.7 キロ。電車に乗ればあっという間です。そして北初富駅が近づいてきたところで、奥の北総線の高架橋の構造が変わります。このごつい作りの場所が、かつて北総線と新京成線を結ぶ連絡線がくぐっていた場所です。あっという間に通り過ぎ、北初富駅に到着です。
北初富駅のホームの端からは、先ほどの高架橋がよく見えます。あの部分で斜めに来ると、ホームの途中で合流することになりそうですが、それは北初富駅のホームが高架化に合わせて移転したからです。高架化の前のホームは、新鎌ヶ谷からもっと離れたところにありました。北総線の線路をくぐるために線路を下ろす必要があり、勾配に駅を作るのを避けるため、200メートルほど移動させたのです。駅の出入り口がこちら。人がいないカットが取りやすいです。ちなみにここ、区画整理や道路の付け替えをめぐって揉めたようで、この出入り口には高架化からしばらく階段がありました。バリアフリー対応にするため、駅の南側にも出入り口を作り、そちらは段差なしで利用できました。そして両線をくぐる道路から連絡線があった部分が見えます。高架橋が斜めに出っ張っており、その下には線路を避ける位置に柱があります。線路の北側から見るとこんな感じです。柱が左右に離れており、線路があったことがよくわかります。高架橋を改築するのはほぼ無理なので、これからもこのままです。この辺りには北総鉄道の施設があるほか、同社関係の車などが止まっています。なお、この横には、橋脚などが斜めになっている場所があります。これは道路を設ける計画があるからで、後に高架化された新京成線も同じです。特徴的な見た目ですが、連絡線とは無関係です。高架橋の端っこがこちら。構造物は鉄骨で支えられ、真ん中がくり抜かれています。ここから資材を上げ下ろしするのか、あるいは支える重量を減らすためにくり抜いたのでしょうか。駅からの映像だとわかりませんでしたが、この部分は乗客を乗せた列車が走る前提で建設されたため、橋桁も4本分あります。東部の駅は、北総と新京成の駅からやや離れています。北総の改札からまっすぐ歩き、スロープ付きの階段を進んだ先にあります。通路は全体が高架または屋根の下にあり、濡れずに移動できます。線路がほぼ直角に交差していることもあり、駅舎や改札の向きも異なっています。また、高架駅である北総や新京成と異なり、東部の駅は掘割にあるため、停窓から光が差し込みます。この駅には急行が止まります。柏から船橋の間で、この駅以外に急行が止まるのは、待ち合わせを行う高柳駅だけです。今では線内有数の拠点駅ですが、東部はもともと駅の設置に消極的でした。東部で隣にある鎌ヶ谷駅と、新京成で隣にある初富駅は1キロほど離れており、乗り換えが便利とは言えません。地元住民や通勤客、鎌ヶ谷市などから駅設置の要望が相次ぎ、費用を鎌ヶ谷市が出すことを条件に、東部が駅を設置することになったのです。東部の新鎌ヶ谷駅ができたのは、1999年、平成11年11月。北総線の駅の開業から実に8年近く後のことです。これに合わせ、東部は画面向かって奥、新鎌ヶ谷駅から南の区間を改築し、複線化しています。右奥を見ると、先に改築されていた北の区間の方が、側壁の作りが古いのがわかりますね。ちなみに北総と新京成は毛の字が小さいですが、東部では大きい字が使われています。こうして3路線が揃った新鎌ヶ谷駅は、さらなる発展を続けます。2007年、今の北総線の上りホームが使用開始になりました。91年の駅開業時、輸送量が少なかったことを踏まえ、向かって左の下りホームだけが使われ、上りホームの両側には留置線だけがありました。このタイミングで南側のホームが使用開始になったのは、2010年の成田スカイアクセス線の開業に伴って列車本数が増え、それに対応する設備が必要だったからです。それまでは片方のホームに線路を寄せていたため、急カーブが多いなどの欠点がありましたが、今ではそれも解消され、通過列車は爆速で走れます。似たような構造の東松戸駅や、3駅下り寄りの小室駅などでも設備が改修され、スカイアクセス線の輸送力増強を支えました。その後、新京成線の高架化工事が始まり、2017年10月に下り線、19年12月に上り線が高架になっています。なお、北総線との間には以前から連絡改札があり、
それは高架になってからも残されています。2021年度の北総線の乗降客数は、1日平均で2122人。これは北総線の各駅で最も多い数字です。なお、スカイアクセス線の乗降客数は別途集計され、こちらは4272人です。新京成は30970人で、松戸と新津田沼、京成津田沼と北習志の矢柱に次ぐ6番目です。一方、隣の北初富の乗降客数は、1日平均で5015人。これは、新京成線の24駅で下から2番目です。ちなみに最下位は、新鎌ヶ谷の逆隣にある初富駅です。こちらも新鎌ヶ谷まで 1.2 キロで、駅間距離が近いです。新鎌ヶ谷と初富の間はぐるっと回り込む線形なので、直線距離だと800メートルしかありません。距離の近さに加え、3路線が集まって便利な新鎌ヶ谷駅に利用客を持って行かれています。東部の乗降客数は1日平均で37,046人。北総線とスカイアクセス線は設備を共用しているので、合算した数字が実態に近いです。駅の開設を渋り、一番後に開業した東部が最も多いという、なんだか意外な結果です。そしてこの駅の発展は、間もなく最終段階です。今年4月には、新京成線の駅の南側で、駅前商業施設の新築工事が始まりました。千葉県が保有しているおよそ7000平方メートルの土地に対する事業提案が募集され、京成電鉄を代表とする共同企業体が事業者に選ばれました。ここには駅直結の複合商業施設と分譲マンションの2棟が建設されるほか、南北の自由通路や東西通路、2つの賑わい広場が整備される予定です。商業施設には平日日中の賑わいを創出することを目的に、低層階に飲食店などが、上のフロアにはオフィスが誘致される予定です。かつては民家もまばらだったこの場所の発展は、間もなく節目を迎えます。ご視聴ありがとうございました。